2024年春、明美さんからメールがあった。見せたいものがあるから撮影に来てほしいという内容だった。我々はすぐに行くと返信をし、メールでのやり取りを続けた。2024年7月、明美さんからメールとともに中田家の鍵が送られてきた。しばらく家を空けているので、いつ何度でも家に入っていい。ただ、当面の間は私に連絡しないでほしい、とのことだった。そのメールには、目黒に来てほしいと書いてあった。我々が目黒にそれを伝えると、目黒はいずれ行きたいと思っていた、と了承した。その時点では、明美さんと目黒には面識がなかったはずである。目黒と申します。今回は中田家の撮影に来ております。今日は少し家の中を撮影させていただきたいと思います。
目黒は以前これと似たような儀式の形跡を見た。10年前に目黒が取材した松尾家にそれはあった。目黒の推測であるが、その儀式とは未婚で亡くなった男女を男型の人形と女型の人形に模し、2人があの世で結婚できるよう祝福者たちが願うという儀式だった。松尾さんは自分も祝福者の一人となるため、自身が亡くなる寸前までその儀式を行っていた。今まで解説の進行の妨げにならないよう明記していなかったのだが、中田家、松尾家、目黒の実家は同じ地域に存在している。目黒が中田家の検証に行きたいと思っていたというのもそれに起因している。また明美さんは儀式の家の動画を見て、目黒がこの地域とゆかりがあることを知り、今回目黒を指名したのであろう。中田家と松尾家はもともと何らかのつながりがあったのではないか。トンソン様の儀式の形跡は
松尾家と中田家で見られた。つまりトンソン様の儀式は目黒にゆかりのあるこの地域で伝わっている風習なのかもしれない。松尾さんの儀式では、生きている人間も亡くなった娘さんの死後結婚の相手にしようとしたという可能性がありました。ひろとさんは亡くなる直前に最後が来ると言い残して亡くなっています。それをこのケースに当てはめて考えると、中田家でこの儀式を行ったのは明美さんではないかっていうのが今の僕の考えです。つまりは2018年に中田花子さんが行方不明となる前、明美さんは中田明さんがもうこの世にはいないということを何らかの形で知っていた。明美さんはこの儀式によって花子さんが明夏さんのもとへ、つまりは死後の世界に連れて行かれてほしいというのを願った。